山本哲司文化資本としての述語性日本語探究ガイド。三上彰による述語言語体系の言説転移。主語を排出すると述語だけが残る。述語一つがセンテンスを背負うのである。西洋の文が史実の二本立てであるのに対し、日本文はいわば述語の一本立てである。述語講義は用言の種々の活用が受け持つ。俗現代語法除説。三上文法は三上文法のまま読むほかない。これが現代日本語の真の文法体系理論であるのだが、しかし松下や佐久間を読んでから三上へ接すると、同時にある転倒した言説世界へ直面することになってしまう。それは必要なまでの主語否定からもたらされてしまう既存文法を批判対象にしてしまうことから派生する揺れだ。近代言語学は大月文彦によって始まったとされるが、それは表彰体系が要約のこと構成された域にとどまったまま、そこに英文法を導入しただけで、山田の近世と近代の狭間に立つ言説域を媒介にし、松下において日本の述語的一般文法表彰の体系が構成され、時枝言語学において何とか近代言語学の端緒についたものの、陳述の犠牲は日本語の本質を踏み外し、松下、佐久間、三上彰によって初めて文法体系の地盤が確定されたというべきである。三上によってようやくのこと本格的近代言語学がスタートし得たというべきであろうが、国語学は三上を正当にきちんと受け継いでいないため、日本言語学は稚拙な専門主義の愚行を再生産し続けるだけになっている。にもかかわらず、三上を各人はそれなりに都合のいいように借用して論述を張っているという状態だ。そして吉本による言語表出論を無視しながら、表出概念を都合よく盗んで使っている。ただ松下大三郎のみが日本語に即した表彰体系を完成させた。三上や佐久間かなえの理解の下で、日本語構文に即した体系的な文法の基盤を明示した。それは主語の廃止を唱える不毛な批判作用を並走させたが、述語言語の本質を世界線で抽出はしたのである。述語表出は言語の本質である。日本語に限られたことではない。欧米語といえ、述語表出が本質的にある。表彰の体系において命題形式として主述関係がコブラとともに確定され、言語学に実定化されただけのことである。以降、主語とコブラの存在論が哲学までを惑わせていくのが西洋であるが、西洋は真摯にそこに直面し葛藤し知的に戦ってきた。三上はそうした主述関係、コプラの3要素を超え、日本語という特殊性から一般言語の本質を抽出した。それは一般文法を超える日本の近代言語学として成立し得ている。そして近代言語学ゆえ必然の限界を抱え込む。三上を日本において的確に把握し得ているのは、金谷武弘と浅利誠の2人でしかない。だが、浅利は三上の限界を認知している。いわゆる国語学アカデミズムにはいない。金谷、浅利は海外での日本語教育に精通していたことによって、さらに不都合が自在に使える広い視座でもって三上の意味を本質的に理論了解している。加えて文法的には山崎公子が精緻に三上をつかみ得ている。私はこの3人しか信頼していない。藤井は古典語の広い領海に立って三上を言ってると包説している。他の国語学者たちは自分たちの国語、日本語の領域へ三上を退化させて掴んでいるに過ぎない。寺村秀夫や増岡隆、安勲などの三上論は三上ではない。正当化された国語学アカデミズムの領土地盤と三上の言語学地盤とは全く異なる。前者は日本語ではない。ラング理論に日本語を置いただけのものでしかない。しかし三上は日本語それ自体から日本語の文法体系、日本語の論理を抽出した。それこそが日本語の解、シャン、フィールドである。日本語からの言語学、言語理論である。学校で教えられている学校文法は日本の国家社会に従属する国家語体系であって日本語体系ではない。国家語としての国語と日本語とは違う。こういう不幸な事態に日本語があるのだ。三上は一般ではほんの一部の人たちにしか知られていない。日本語とは非常に高度な理論言語であり、日本語という論理がいかに優れたものであるのかを対象化し続けているが果てしない。私の実語性論は三上なくしては成り立っていない。
西田哲学だけでは不十分なのだ。三上を象は鼻が長いの歯が問題でのみ踏襲するのは一面的すぎる。三上の問題設定には文法論と構文論とがある。文法論はある意味これまでの混乱、英訳的日本文法論の語尾を整理し、始末し、日本語固有の文法を明示したものであるが、構文論は全く新たに三上が創始的に考察を開いたものである。この2つは言葉遣い、語法として結合されるが、まさにランガージュの表彰場を近代的な理論現実へと転移したのだ。時枝の偽近代ではない、真っ当な近代場である。日本語においては修辞学と文法ではなく、構文論と文法として一般文法の表彰体系は現実され、三上言説の層が本質的な質を持って改作された。三上は普段使われている現代語の言い方、また日常に目にする記事や文学など、実際の例から説得的に理論体系を抽出していく。恣意的ではない考え尽くされた例示である。つまりランガージュとして言われ叙述された表彰を対象にして、そこに文法と構文のランガージュ法則の表彰を描き出した。それは認識図式でもラングでもない。言語使用表彰に潜んでいる理論表出である。だが三上も自らの論述を正当化していくべく、既存の文法概念を使って論じていかざるを得なかったため、私たちはその負の作用を取り払って、三上の本質層を描き出していくことを要される。私はラング論はほとんど意味ないとみなしている。ラングの言語コミュニズムに付き合う気は全くない。私の暮らし、生活、思考技術において母音交代が起きようと、上代から以下に変化していようと表出論的に意味がない。歴史編成を対象化すればいいだけのことだ。だが自分がいかなる言語使用の論理を無意識に行使しているかは自分の行為として知っておきたい。学問とは今ここに生きる私に意味あるものであって、学問共同体のための学問に私は全く関心はない。私に学問の名でもって嘘を語るなという反抗である。もちろん人は間違いを犯す。それを責めているのではない。それを正当化し正当であると確定し、他人を評価採点までしてくることへの反である。その延長上でのかかる姿勢において、国語学に対しては三上言語文法論以外、信頼に値しないという判定であるゆえ、かかる三上文法論を無視し続ける。了解の労を得ようとしない国語学会の範が不可避的に捉えるが、学校教育の中でこの文の主語は誰であるとか何格だとかといった教育判定を受け続けてきた。その主語性言語様式に対する非として実語性言語様式に三上を再付出することだ。いかに三上の本質特徴として示すかを考えた場合、語法の緻密な考察に日本語の論理を対象化したという視座からまとめ上げることであろう。1. 現代語法除説1953年。2. 現代語法新設1955年。3. 続現代語法除説1959年の改作した地平と、4. 日本語の論理1963年。5. 文法教育の革新1963年。6. 日本語の構文1963年の改作した知恵との2つの塊として識分しながら、7. 象は鼻が長い1960年の卓越性を扶持していくことだ。8. 文法小論集1970年はハーバード大学へ招かれた後の補足的考察であると言えよう。翌年三上はこの世を去る。9. 三上明論文集1975年やエッセイなどがある。現代語法除説における言語言説地盤の転移、主語概念言説の地盤替え、文法と構文と論理学。文法は論理学ではない。しかし論理学から文法はヒントを得てはいるし、論理学も文法からヒントを得ている。だが文法と論理学とは違うということは言語論として重要な意味を持つ。言語表出と言語構造との関係にそれは関わる。言語的に私は嘘つきであるということを論理学的に考えることの無意差としてそれはある。言語表出として私は嘘つきであるということは何の問題もはらまないが、論理学的にはそれは真偽の絶対矛盾を引き起こす本質的な問題となる。こうした言語の恣意性に対して論理学の対象を言語にしたとき、トンチンカンになりすぎない。そこにはが問題が象徴的に出現する。一致認定の論理は述語性には存在しないのだが、存在しているかのように表彰するものがある。
はが判断作用でがは表彰作用だというような識別が起きてしまう域がある。三上は現代語法除説で項をつへの3例を比較する。機械的に入れ替えている。項1、犬は動物だ。2、ワシントンは合衆国の主婦だ。主婦だ。3、私は幹事です。オツ、犬が動物だ。ワシントンが合衆国の主婦だ。3、私が幹事です。へい、1、動物は犬だ。合衆国の主婦はワシントンだ。3、幹事は私です。項と兵の関係は全く論理的な関係、オツと兵の関係は文法的な関係であると三上は言う。述文を兵はひっくり返している。加えて長1、動物が犬だ。2、合衆国の主婦がワシントンだ。3、幹事は私だ。も合わせて吟味しよう。2はどれにおいても論理矛盾を起こさない。主婦イコールワシントンが一義的に確定したものであるからだ。3は意味のあり方が変わる。1は論理的破綻を起こす。つまりこれらは形式が同じようで実際は一様でない構文になっている。何々は何々だと何々が何々だとは全く異なる言語表現構文である。A は B だは論理上包摂算段である。一般に A B であるが2のように A イコール B を含む場合もある。A 小なり B が包摂算段の表現形態である。A が B だは単なる同一性であるに過ぎない。概念の内容に立ち入って何かを教えるのではなく、ただ違った外形を持っている2つの単語間の一致を認定するだけのものでしかない。A イコール B が一致認定の表現形態である。2のがはニューヨークが主婦だと勘違いしている人にいやワシントンがと訂正してやる言い方である。3を見てみよう。それは私は幹事です。内容に立ち入る素定包摂算段素定の主題は無角、つまり定題でしかない。私が幹事です。内容に立ち入らないアイデンティフィケーション。そうです、私が幹事ですという表現。幹事は私です。素定指定述語は有角になっている。ここまでが名詞文準詞文を例にしての諸法基礎である。ここから先難解になっていく。部分主角という概念を三上は出してくる。例文はいささか差別的問題があるので変える。スピッツは毛が白い。部分。スピッツは色が白い。部面。スピッツは毛の色が白い。部分の部面。あいつは腹が黒い。部分から部面へ。あの人は役が芝居の腹黒い男だ。部面。何々はとは主題以後定題定時と言い換えるであって全体はを表し何々がとは解説であって部面がしかじかを表す。述語的日本語はそれぞれの性質が成り立つ部分や部面を視覚で言い添えるのだ。視覚を減表したら必ず部分視覚になると三上は言う。視覚という用語を消し去りたいのだが、とりあえず三上に従ってここは視覚としていく。定題を書くと形容詞文は比較を表すことが多く、名詞文は一致認定になる。花が美しい。嵐山は紅葉が良いというが、やっぱり花の方が閉じる。私が幹事です。今回は私が幹事ですの包摂算段は、私が本回の幹事ですという一致認定を完成する。また従属句はセンテンスの部分でもあるから主格のが現れる。連帯、私が幹事だった時にはもっと会員が少なかった。家庭、私が幹事ならもっと狭い会場を選ぶよ。これはその時は私が幹事だった。条件は私が幹事ならとなってが部分視覚になっている。歴史の年表のように単純報告体は定時の派なしに成立する。大同元年空海が唐から記帳した純粋な動詞文と言えるものだ。動詞文は時の流れの中に正規する事象を時間の内容または時間の部分として叙述する。名詞文には物の範疇が、動詞文には時の範疇が現れる。太郎は国語が8点、数学が5点。そして初動詞文は時よりも初、威嚇の方を必要とする場合が多い。この先が飲める、いける。
初動詞文は歯をいただこうとする傾向が強い。形容詞を三上は3つの群に分ける。1、怖い、欲しい、恋しい、煙たい、待ち遠しい、熱い、甘い、苦い。感情の原因が外界にある。2、痛い、かゆい、冷たい、熱い、苦い。身体の局部と結びつけられる感覚。3、嬉しい、楽しい、悲しい、涼しい、寒い、暑い、漠然とした全体的な感情。こうした主観的形容詞は話し手の感覚感情を表し、しかも視覚身分とも言うべき心理状態において使われることが多い。特に五感用法として空いた、熱、寒にはどこが何がと言い添える余裕がないものだ。1は自分自身が感情の起こる舞台のように意識され、威嚇、私にはにする傾向がある。2、3は自己に対立する外界視覚が意識されない限り、話し手は無覚の私はになりやすい。こうした構文の論理は西田の述語論理を持ってくることで理論的に詰められていくのだが、ここでは全体は部分がしかじかを示すもので史実ではないということが論理的に了解されていけばよいとしておこう。1、柳田の艦隊、術体、松下の雄大、無題、佐久間の物語文、品定め文との対立を主に検討して、文の種類を物語文を表す、品定め文を表すと定めて対立させる。物語文、命令文、品定め文、簡単文、そして平序文、疑問文には物語、品定め双方があるとした。2、基本文3文型が外化すぎるとして A に B がのおつ型を加え、物語文に使われる方。1、A がどうこうすること、こう。2、A に B がどうこうすること、おつ。品定め文に使われる方。3、A がどうこうであること、こう。4、A に B がどうこうであること、おつ。5、A が B であること、こうのことの5種類があるとした。こうつどちらにも主格が不可欠であり、主格中心説は文でなくことに対して成立する。ことは動詞と保護からなる。ことの要は動詞要言である。形容詞ないを含むとみなしたのだ。これらは述語的構文の規則性を明らかにしていく上での基本になるが、同述同時が欠落している。近代的言語編成における述語性様式の配置であるという限定づけの上でのことだ。三上明、格助詞と格の縁。歯は格から完全に区別された。歯の論理は改めて口述する。そして7つの格ケースを三上は格助詞として明示した。現代語法新説では名詞の章で上位4画と下位4画の8画になる。メジャーケースは時の格、威嚇、主格、対格であり、マイナーケースは余格、託格、強格、具格である。時の格という格助詞を記さないものを入れ込んだ。が主格ノミネーティブ、主格を対格、アキセーティブ、多動格、2、威嚇、ロケーティブ、2、へ、余格、デーティブ、異虚格、2から脱格、アブラティブ、出発格、で、具格、増格、インストゥルメンタル、と、強格、コミテイティブ、余動格、どうにも分かりづらい訳語概念だ。松下はが、お、に、へ、から、と、より、そしてのを格助詞とした。松下は文法論において名詞表出体の格として右の用語概念を使っている。言葉の格としての複製論において動詞の格、形容詞の格などと同様に扱う。つまり格という変化がランクの中で起きているとみなす。思考の体系、つまり言説の体系が全く異なる。三上は松下や山田に賛視する一般文法的な見解から脱して近代文法を切り込む。まず山田の定義は、助詞はそれ自体が形態変化しない、単独で概念を持たない、関連語である体言要言副詞に付属して関係を示すと分離した。格助詞、副助詞、
接続助詞、形助詞、終助詞、関東助詞の6種が設定された。ここにセニョ派は大きな転換をもたらしたのだが、述語性次元が始末されたわけではない。したがって核という概念は山田においては品詞分類ではない別の次元である語の運用において語の威嚇として論じられる。語覚、主覚、法覚、語覚、述覚、連帯覚、修飾覚、接続覚、つまり品詞分類としても語法としても助詞間の関係が実論される。山田は凡語の発展性をはじめギリシャ語、ラテン語、ドイツ語、英語の格を検証して語法としての格を定めた。それは助詞の単独作用のことではない。格は述語作用の中で実論されている。松下は口語法の中で正助詞として格助詞、感動助詞、定時助詞、名助詞、副助詞の5種を挙げ、そこに特殊の助詞と当助詞とを付加した。正助詞とは叙述性を持っていない微助詞だとする。そして格助詞の格とは言葉の断続に関する視覚であって、切れる場合、続く場合の断続を示すもので、主格と客格という名詞の格、方法格と構想格の動詞の格とした。これは松下体系の中では、助詞が言辞論の形に付置され、格は言葉論の中の複製論、それが相の論と格の論とに識別される形にも付置されている。なぜこのように論者によって格の概念は異なるのであろうか。文法次元と語法次元との差異がそこには交錯している。日本語論では格は視覚として理解されている。松下も三上もそうしている。語法上の使い方であって文法分類的ではない。言い換えると格を文法言説化すると主語性言語様式の域へ転じて入り込むことを意味する。つまり格を分離して固有の働きとして孤立した語へ分節化、客体化してしまっているからだ。ところで実際に格とされるものは単独機能はし得ない。まして概念化され得ない。にもかかわらずハンガリー語の17画から英語の3画まで言語ごとの違いにおいて格とされ、日本語では7画から10画と人によってまちまちであり、画画、語画、二画と一般にそれ自体で呼ばれるようになっている。要するに形態論と統合論とがごちゃ混ぜになっているのだ。格の恣意性については山岡正樹が自覚的に認識して形式格と意味格とへ識別して整理しているが、日本語の述語と文機能黒潮出版、格を立てること自体に意味があるとは言い難いという言説理論上の問題がある。つまり助詞論から格の概念的用語空間を消滅させ、助詞それ自体の働きと関係を術実言説として体系明示すればいいことだと私には問題設定がされる。格とは名詞や名詞句の名詞類が文中において他の実質的要素との間に有する関係であると定義し、その関係の仕方が統合関係の言語形式を示すか意味関係を示すかによって格の性質は異なる。山岡同26ページとするような一般的定義は何事も語っていない。命題構成を意識的に設定しても規則は恣意的に解釈されるだけになるのだという自覚を言説に対しては持っておかなければならない。三上の現代語法除説の問題開示域は、欧米の文法に汚染された既存の転倒した国語学文法を切り離すべく、その境界に定立しているため、注意深く仕分けをしていかないと、例えば名詞文はコプラ動詞を必要とするので、純粋さを失った名詞文であるというような指摘、言わんとしたことが反転されてしまう。三上は格をシンタクスへ取り戻そうとしているのだが、そこが危うい。まず視覚と主語との関係。甲が乙に兵を紹介するにおいて、甲が主格保護、乙にが余格保護、兵にが対格保護と論理分裂されるが、甲がいかなる認証や複数になろうと活用語尾に呼応するものは全くない。甲が乙に紹介した兵をと表面的に述語一本立てであるのであって、甲がは特別に位置を占めない、主語という用語を適用すべき対象が全く存在しないということである。つまりこれをもって格の関係づけを文法的語用的に位置づけると、三上の問題意識からずれる。助詞のシンタックスの働きとしてただ見ていけばいいということだ。主語性言語では視覚だけが述語同士と特約関係を持って主語という特権位置を占め、乙に兵を紹介するという行為を甲が先行したという意味構成になる。
述語性の日本語では甲乙丙に形重はあるが並列化され順序の入れ替えがなされうる。次に主題と主語の関係。主題プラス解説の性質において、ヘンリー was arrived においてはヘンリーが主体になったり到着が主題になったりすることがこの文面には表されていない。しかし日本語は主題と解説との関係を助詞などを使い分けてある程度文面に表すので、例えばヘンリーはどうした、ヘンリーは到着しました。兼題、誰が到着した、ヘンリーが到着したんです。引題、何かニュースはないか、ヘンリーが到着しました。無題、主題とは問いと答えに共通な成分である。しかし命題的一致ではない。到着しないという反対の出来事も起きうる、得る。述語的対応であって共通成分ということにならない。と見ていくのが述語性の域になる。兼題ではヘンリーが主題、引題では到着が主題、無題には共通成分がない。引題はひっくり返して到着したのはヘンリーですと兼題の文に転じられうるが、無題はひっくり返せない。主題を書いて全文が解説になっているためだ。兼題は派の有無による。日本文のここに主語はない。開かれる問題は我々が2つの助詞派とがを持っているのは一体何のためであると三上には設定されてしまう。つまり三上は欧米の文法的解析を持ち込むのではなく、それを比較対象しながら日本語それ自体を対象にして日本語のシンタクスの問題構成と定義していく言説の理論転移をなし、新たな言説地盤を築こうとしているのであるが、その時不可避に既存の諸範疇を持ち込んでいるため、誤認が生み出されてしまう危うさが寺村や増岡などによる三上文法解釈が典型になってしまうようにそこに派生してしまう。言説理論地盤転移が文法言説中世へと矮小化されるためだ。主なる言表を持続させていることはその一因になっていよう。主題ではなく題目かテーマとした方がいいし、主格などの言表はなくした方がいい。ノミネーティブに主などの意味はない。名指し格みたいなものだ。部分主格などはその悪しき例になってしまう。すでに提示した名詞部分の主題は主格以上であり、下の解説の部分に現れ、主格は地位の非常に低い主格である。これを形容詞文の場合も準詞文の場合も一緒に部分主格と名付けようといったとき、二重主語とどう違うのかというような見方を許してしまう。保護と主題は重なり合うというのは主語と述語の関係ではないかとされがちである。例えば時枝による一般に主語格は述語格に対立したものと考えられ、この対立を結合するところに統一が成立するという形式論理学並びに引用語的統一の観念から離れねばならないとして、国語においては主語は述語の中に含まれる形において述語に対立していると見なければならない。述語格から分立するところの主語、客語、保護などはそれらと述語との論理学的関係の規定に基づくものであって、述語に対する主体あるいはその客体、目的物の主体的分別に基づいて現れてくるものである。国語学言論370から73ページ。ことを語っているが、ないものをあるかのような用語で解説するため支離滅裂な論述になっている。欲を言えば主語という用語を消してほしいがと三上自身が言ってしまうのだ。時枝は主語の概念空間を捨てていない。三上が言っていることとは全く異なる。時枝は概念空間を同じに置いたまま用語を入れ替えているに過ぎない。例えば時枝が私には水がいる、欲しいにおいて水がを対象格として主格を拒もうとしているのだが、それは主語を押し付けているのと同じ一続きの過失であると述べる。主語化は客体化と表示的になされる。主客分離の主客対等化がなされているからだ。三上は概念空間を転移している。なのにこういう同定が三上自身からなされてしまうのだ。歯とがにあまりに固執しているためである。花が雨がは無題である。主体はない。命令形では主格は不良とされると指摘する。こうした例示や解析において、もはや格を単独で扱うことの意味のなさは示されていよう。しかしながら現代語法序説の2章、主格主題主語は、主語がない日本文を格からさらに解いてしまうのだ。その対象になるのは受け身と敬語法である。三上は旗迷惑な受け身と真っ向から被害を被るまともな受け身の二様を示す。主格公が公にと変えられ、動詞の受け身形に変えられたのが受け身分である。
泥棒がカメラを撮る、泥棒にカメラが撮られたと、カメラが泥棒に撮られたという違い、余格ないし体格が視覚の位置を占めるである。前者にはお金や命までは取られなかったというニュアンスがあるが、後者はカメラ被害そのもののとんでもない目にあったとなっている。視覚を設定しておかないとこうした識別はし得ないということであろうが、名指された格ケースである。さらに三上は日本語では自動詞も受け身になることがあるため、自動詞他動詞とは別次元に受け身になるかならないかで能動詞受け身になるいる、助動詞受け身にならないあるの区別対応を据えるべきだとする。形態分類はし得ないが、働きの区分をなし得るし、主格をも分類するとみなす。主格をも分類するとみなす。能動、自ら、右上、動的、時、能動主格、その他の格、能動詞、初動、おのずから、非常、性的、時、威嚇、初動主体、初動詞という対象があるというのだ。右上とは履歴を背負った人格存在で動的、非常は履歴を無視すること、性的、受け身というのは能動詞を振り返して初動詞の側へ持ち浸すこととも言える。守護性様式への移行は初動が受動へと一致していくこと、また初動詞よりも能動詞が増していくことに傾向として見られる。ここで受け身の言語形式から奇妙な反転が生じているのが見えてくる。際どい場面としてご容赦。彼女は裸の姿を見られてしまったという旗迷惑から写真に撮られてしまったというまともな被害において、受け身が思考対象とされた人を主体化出現させているという事態だ。つまり実語性においては主体不在として主体化が受け身において出現している。主体は思考対象としての動作をしているだけで主体的な動作をしているわけではない。裸である状態が見られた、撮られたということである。能動として主語化、主体化しているのではない。受動から主体出現をされている。裸の姿が見えるというのは見える事態であって、男が見る、裸の姿を見る、パパラッチが撮るという能動は消されている。裸の姿が見られたのである。犬に足を噛まれたのが誰であるのかという形での指示的な名指される主体の出現である。犬が主体として噛むということの表現ではない。噛まれた方の人の主体出現になっている。述語的ディスクールは私は犬に足を噛まれたであって、犬が私を噛んだ無題ではないのだ。雨に降られたであって雨が降ったではないのである。述語的主体は受動の場面において出現する。これが述語性の様式である。こうした事態を体格ないし位置であるなどとしているから、述語性の概念空間が拾い出せなくなる。格でディスクールの面での言語様式はつかみ取れない。文法言説の限界である。敬語法でその関係がより鮮明に出現する。三上明、敬語法、述語的相手の設定。能動視覚の相対的優越度は相当に大きいが、絶対的なものではない。それが敬語法に鮮やかに表される。敬語法は要言を軸に成り立つから、要言の用法をしっかりつかめば、あとは自然に型がつくと三上は言う。敬語法は尊敬、をプラス連用形プラスになる初動詞的閉じる。謙譲をプラス連用形プラスする能動詞的閉じる。丁寧さ連用形プラス増す閉じるの3つからなる。現代語法序説では話し手と相手が文面から隠れていること、しかし相手を基準線にして上下の関係から発話されることが示されているのだが、文語のケースを例示していて正直分かりにくい。現代語法新説によって紐解く。まず敬語は事例と要求との中間に現れる話し手の内側から出る要求ではなく、話し手が場面に応じて余儀なく取らされるポーズである。話し手を超越した内容と話し手の自律的な態度との間で、話し手が他律的に取らされる態度である。キセルの火皿と吸い口の間の竹の部分だと比喩して三上はそれを配置し、西洋のパイプにはその中間部分がないと示唆する。そこで上げすぎず下げすぎずのバランスが要されるが、文面には登場しない相手の地位が話し手といかに上下するかで決まる。学校で教員の一人が校長の出張を伝達する場合、話し手本位であるゆえ、相手に応じて校長は出張してるよ、校長は相手が難しい同僚の場合、校長は出張していますから、教頭が会議を主催するような場合、校長さんは出張していられますから、
あるいは右に同じこれくらいの幅の範囲へ。校長さんは出張していられます。内側の PTA 会長から電話あった場合、校長先生は出張しておられる、生徒に伝達する場合と、話し手から相手、近傍を含むへの敬意または不敬意をつ、話し手から第三者校長への敬意となっている。学校の受付が外来者に対しては相手本位になるゆえ、校長は出張しておりますとなるが、話し手から相手への敬意、話し手相手から第三者への敬意または不敬意に対する話し手の同意不同意、つまり外来者が校長より目上なら彼は校長へ不敬意を、目下なら敬意を払う。その仕方で受付が同意した状態になる。敬語法は話し手優位から相手優位へと移行していくものを本来とする。肉親が成長するに従ってお母さんがこう言われましたが母がこう申しましたとなっていく。主客身分から話し手本位そして相手本位へと述語性表現は移行していく。敬語法を乙次元で止めておくことではない。平次元まで成熟させることだと三上は言う。つまり話して相手第三者視覚定題となってその関係基準が話して相手の対話関係における相手基準になることだ。文面に出現する第三者において上下2人の人的関係が出現すると四者関係になってくる。話してイコール主語の存在は文面から消える、隠れる、主語はない実語性表現であるからだ。敬語法の履き違いは兵をオツで処置した場合に起きる。無意識の話し手本位イコール主語主体が想定されているためである。例えば時枝大先生に学んだ国語学者が時枝大先生を敬愛するあまり昭和天皇の前で話し手本位の尊敬で我が師時枝先生がおっしゃられるにはなどとしたなら天皇へ不敬極まれないこととなる。相手本位で我が師時枝が申すにはとすべきであるということだ。会社で専務を話し手部長が云々するのに相手が社長であれば S 専務がこう申しておりましたとなり社員であれば S 専務がこう言っておられたとなる。話し手主語概念主体規定基準でもって尊敬と謙譲と分節化すると誤る。名誉でも呼び合う名誉でも名で呼び合う死語的英語世界ではこうした実語的敬語法などは出現しない。死語性言語が論じる認証関係の話し手相手関係は実語性世界では通用しない。敬語法の本質は虚例であるが、しかし相手が基準となる多律的な実語表出の本質形式を表示している。だが、いわゆる多律ではない。多律性を実語的に話し手が選択してそうしているのである。まさに主体的複属化して自分を下げて自分を表出する。そこに主語的主体化と実語的主体化との本質的な違いが現出しているが、本来的には主体化は述語的であるのが本性である。ここが西洋言語論者たちが哲学的に気づき得ない域である。フーコーはそこに気づいた。逆に日本で主語的主体化が不能状態になるのは、主語的主体化の転倒の本性の表彰である。敬語法が使えなくなり、善意による語法がトンチンカンになるのは未熟だからではない。言語様式の基本を喪失しているからだ。時枝大先生は敬語法に規則があるとした山田隆夫を批判されて、ご卒業なさるは卒業すの文法的変化ではなく、この2語は異なった概念内容を持った別語である。それは食うといただくのごとき合意的系列に準ずる。敬語の守備対応は文法的事実ではない素材的事実である。君にも僕の絵を拝見させてやろうかが文法的錯誤であるのに、皮肉改逆として許されているではないかなどと大行におせられるのだが、不敬も敬語法に配置されるのであって、実語的言語様式を何にも分かっておられない大先生であられるからだというようなことである。過剰尊敬丁寧が不敬になる。言語作用の本質など何にも分かってやがらない大バカ野郎だというようなことでもある。見下しも敬語法に並列されるが、罵りは敬をことにする。日本語は恐ろしい。敬意が本質的に虚例であるからだ。で、敬語の強弱は話し手と相手との距離、上下を問わずの大小に比例するという不足を三上は挙げる。この原則に背くと虚例から儀礼に落ちる。
上品ぶる敬語使用、相手を寄せつけない敬語使用、丁寧さ、よそよさにもなる。敬語の適切な使用は難しい。適切な敬語が困難な治療にあるにもかかわらず、敬語法は適用の緩やかだ。しかしそれ自身は整然たる法則の体系である。ということだ。さらに三上は敬語が相手自体の虚礼であるのに対して、罵り言葉は話し手の自身の実感を表すと虚実の相違があるとし、理には干渉がいらないが、害の方は反発を招くといった実際プラチックの局面まで述べる。ランガージュが分かっている論述である。時枝はランガージュが本当に見えていない典型的な国語学者であるのだ。文法形式を重視する者が文法を見失うのはランガージュを写生してしまうからだ。新説では前編が品詞、後編が構文、その間の中編に敬語の問題が挟まっている。述語性言語の心的関係、認証関係ではないの本質が敬語法には出現しているからだ。序説、提示の2種類は有格と無格の問題開示であるが別に論じる。このように視覚や体格、余格などの格の作用から述語性の日本語の性質を説いていくのだが、画格、二格、お格などの述字の作用から関係を解析しているのであって、述字が述語性日本語の基準になっている。それは格を正確に定義せよということではない。叙事の作用、働きの関係了解を主語でも客体でもない述語性としてキャッチせよということである。このように述字から日本語の文化性質をつかむべく、主語をなくし、主題の大きさと視覚、定題、題目の微妙な働きとから、主語なき言語建設の地盤を開削した。三上による言語地盤の定義とは、1、主語という用語、2、手術関係という観念、3、単文、重文、複文の区別を日本文法から廃止すべきだということである。廃止のためには言説地盤が定義されないとなされない。ここで三上は転倒してしまったのも、廃止は理論効果の域であって理論定義そのものではないからだ。三上は語法研究を交換すれば主語はなくなると本気で思っていたらしいが、主語概念空間は主体概念哲学空間とくっついてたやすく崩壊するような代物ではない。そこで分かりやすくという逆の道を行ってしまった三上である。探求とその成果の普及との混同を知識人は多々起こすが、三上もその一人であった。読まれずとも理解されずとも探求からの体系化を構築していたなら、三上は不動となれたであろうが、主語廃止論という理論効果の方へと道をずらしてしまった。しかし言説地盤の定義はなされ得ているのである。三上明活用形の機能。述語成分は活用と叙事で決定されるのだが、活用とは一体何であるのか。それも自覚することなく私たちは使いこなせている。叙事の働きと活用の働きとのつながりを了解することが、述語性言語様式の基盤理解の二大局面である。文法的にそれは活用形の機能として形態の語法において説かれる。活用とは無数の心理作用によって形成される使用習慣の様式であって、それが活用表に整理されたものであるに過ぎないと三上は言う。活用とは何であるのかを探っていた私にとって、この一句は大いなる指針となった。なぜ動きの言葉や形容の言葉が変化するのか。それは心的な作用の表出であることが、形態のある規則性として結実したということだ。その規則習慣がまた、私の心的作用の表出に自在に使われているということである。形態規則なしに自在な表出表現はなされない。かかる活用の機能はいかに対象化されたのか。かかりと結びとが基本になる。菓子を食べて茶を飲んだら出かけるとしようにおいて、中止法の食べては家庭法の飲んだらで結び、その飲んだらは推量法の使用へのかかりになっているか、出かけるかへかかっている。飲んだらが結びとかかりの二重の役割を受け持っている。それは言い切りになっていない。終結を意味しないということを考えるのが活用の問題域である。つまり終止形に接続助詞をつけるとかかりになって言い切りではなくなる。終止形への認知が定義される。そして言い切りの形とそれ以外の活用形とに二分され、言い切りはする、した、しよう、したろう、せよの5形のファイナルであり、あとはみんなかかり専門になる。そこに兵と解と兵、反解の内部のありようを見る。つまり活用形の問題ではなく、活用の語法における形態の問題が主に連用と連帯とにおいて吟味される。それは1、連用保護を食い止めるか否か。2、連帯として収まるか否か。3、スタイル変更の適否。
普通体を定年体に変更することがふさわしいか否かという近実度においてなされる。1、家庭系何々すればは保護を食い止めるが、中子連用系何々しては保護を食い止めない。保護を食い止めない中子連用系だけが単式であり、家庭系その他は複式であると結論される。連帯法の収まる家庭法、収まらない接続法とされる。その時終止系に続く助詞だけが接続助詞で、そうしてできた係が接続法。連帯系は閉じた間接性助実の活用形。活用形自身が閉じているのは連帯形だけであるという認定がなされる。何を三上はなしているかというと、1で開きにおける単式複式を分け、2で複式をさらに公式難式に分け、閉じで連帯法引用法があるとしている。そして3で活用形の定年体のものが近実度が高く、普通体のものが近実度が低いということで、脇筋の有識、書かれ方の自由と意味上の誘導を検討している。これが親切でかかり4式として制御されていく。活用形の文法的機能の検討であるのだが、言葉遣いとは性的な一つの意味を表すことと、動的な話し手と聞き手を結びつけることであり、センテンスはこの2つの成分の総合であるという一般言語学的な一歩手前の見解が取られている。性的要素は不定法部分、ディクテム。動的要素は決まり、ムードスであるとされた。用言の形式化。これは単語が言義からそれかつ品種崩れした単語の形式化をもって品種分類にそぐわない例示をしている。命令形何しろ、どうせ、ともあれかくまれ。終止形どうなるかしら、どうなるか知らない。家庭形例えれば、いわば言うなれば。家庭形プラス連帯形、見れば見るほどなるほど。連帯形ある、去る、いわゆる、あらゆる、なんちゅうこった。みたいな。中子連用形、決して、従って、かつて、向かって、何々につき。連用形の連用化、おいて、もって、ほとんど格助詞でと同じ働き。そして、形式化が妨げられる例も挙げている。保護と我が関係している場合である。何々に従っては、何々があることで、従うの原義が保持されている。愛想が良い人、愛想良い人、派。定時語は全体と部分の2種類派が現れる。今日は私はいけない。他の人を誘ってくれ。私は今日はいけない。明日にしてほしい。名詞分の主題、題目は無格で、動詞分の主題、題目は有格であることを踏まえ、定時語を3通りに分ける。1、名詞分の主題、無格というものは、という人は。2、動詞分の主体、有格、その何々は、例の何々は、ご承知の何々は。3、副題、名詞分、動詞分とも有格、何々だけは。正から動へ、無格から有格へという移行がなされる。反対は不自然、ありえない。打ち消しには特性的な派が現れる。クジラは魚ではない。私は今日はいけない。2番目の派は部分的な副題を提示する。魚だって、魚なら、魚は君、卵生動物だよ。相手から主題を受け取るとき、反家庭法が現れ、それを完全に話し手自身のものとして提示するのが提示法である。ここに主題成立の心理的推移が反映しているといったことが示されている。アスペクトとは動詞の表す動作の様態であって、完成的と未完成的な対立が最も重要である。完成的は一時的一回的で、未完成的は持続的反復的である。日本語に未完成的な動詞は非常に少ない。ある、いるは未完成的な動詞の典型。何々していると言えるのが完成的な動詞で、ある、いるはそう言えない。その現在形自体が現在を示すからだ。ところが知る、住む、着る、煮るなどは、現在を示すには、何々しているとしなければ、その意にならない。例えば談話体では、マルクスを知っているは現在を表す。マルクスを知る、現在形は未来を表すことになる。なぜなら後者は意思の内容になるため、今はまだなされていない。知っているの反対は知っていないではなく、知らないである。未完成的なものが状態動詞、完成的なものが継続動詞、瞬間動詞、特殊動詞。
テンスを掴んでいくにはアスペクトを掴んでいなければならないと三上は言う。動詞を1、能動詞対助動詞、2、他動詞対自動詞、3、感性的対未感性的と3分類するとした。1は普遍的保護たる主格の働きによる分類、2は代表的特性的保護の格による分類、3は動詞の表す動作作用の自相による分類である。テンス、時制そのものを三上は切り捨てない。日本語固有の構文においてつかみ出そうとしているが、何語でも直述法の以外のテンスはあまり顕著には対立していないだろう。形では対立していても、時の区別は希薄だろうと、時の表現が持つ特異さを了解している。形はあるが内容は時制のことではないということだ。A、終止形からまず見る。何々する対何々したは、現在対過去というより、未了対完了と言える。帽子が飛ぶと、帽子が飛んだに典型のように、客観主観両方において出現する。1、事実としての完了未了。何々するは未完成的では現在を示し、完成的では未来を表すが、共に未了である。現在形は一般に道理習慣を表すが未了である。毎晩飲むは明日晩も飲むのということで未了である。完了は全部が完了の時だけ完了になる。一つでも未了が入っていると未了になる。現在形の未了の概念は述語表出の性格の一つである。2、心理的な完了未了。未完成的な動詞に現れる。客観的事実として違いがないのに、それきり二度と会わなかった。経験として間接的に報告する。あれから二度と会わない。知覚として直接的に表出するとテンスを変える。客観的事実を報告する過去形、主観的な知覚、主張を表す現在形は文章体で頻繁に肯定的に混在する。現在形は未完成的動詞に多く打ち消し文に多い。歴史現在には完成的動詞が多い。私自身の書には過去形はほとんどない。客観事実として述べてしまうのが心的に嫌なのだ。未了としての問題提起の方に開く癖がある。3、期待の有無。御嶽山が爆発しているのが見えた。御嶽山が爆発しているのが見える。期待予感が成果を出すと過去形だが、文脈において微妙な心理的相違がある。現在形に期待はないが、現在形が緊張しているとも言えるし、平然としているとも言える。三上の説明不足。4、早期、過去形と主張、現在形の区別。数学的真理に過去も現在もないが、7分の1は循環小数だね。7分の1は循環小数だったねの後者はすでに教えたはずという心持ちの言い方。明日のご都合は、明日はダメです。明日は研究会がありました。は規定の予定を早期した言い方。命題の認識の明日の区別が点数表現に現れる。武蔵は絵の方も達人だった。武蔵は絵の方も達人だ。話し手と命題の立場に距離があれば早期の過去形、なければ現在形の主張。5、儀礼的問いとただの問い。疑問文ないしそれに準ずるもの。油絵をお描きになりましたね。油絵をお描きになりますね。相手をすでに知っている気持ちを表す過去形が形になる。基地の度忘れが早期過去形、未知が主張現在形ともなっている。事実に変わりがないのに心理的ニュアンスが未完成的なものに多い。B、連帯形。昨日読んだ本は面白かった。完了。今夜列車の中で読む本を持っていこう。未了。何か読むものを貸してくれ。テースの超越。明日勝ったチームの写真を撮ろう。完了によって生じる資格。明日出場するチームは皆強い。単なる資格。C、連用形。何々しと何々しての未了完了の対立は弱いが、何々しては何々しよりも前後を緊密に結びつける。洋書を買いネクタイを買った。洋書を買ってネクタイを断念した。それはもう先方に言ってあるは完了。で、家庭法の点数は完了未了ではない。何々すれば単純な過程、意思的過程。何々したら希望的過程、成功的過程。ムードからテンスが分化してくるとき、まず比較的明瞭な対立が直述法、終止形においてであり、それが単のムードに波及し、形態的対立を示しても、それは明確な時の対立にはならない。過去と現在の二次性であって未来はない。しかしそれは時の対立ではないという述語性の特徴である。のである。我の可変を失っている純真のムードの問題である。何々しましたと何々したのですとの対立である。のだ、のです、だ、ですとは違う。
をのであるに代表させる。のであるとは違うのであるだ。何々するしたは単純時。何々するしたプラスのである。あったは反省時。何々するを既成命題とし、それに話し手の主観的責任の準視部分のであるを添えて提出するのが反省時の根本的な意味。現在反省過去何々するのである。現在反省現在何々するのである。過去反省現在何々したのである。現在反省過去何々するのであった。過去反省過去何々したのであった。これに単純に2つを入れて6点数になる。反省時は出来事の順が逆になる。寺田はまた九死に泣きついて美術雑誌の編集の口を世話してもらった。編集員の2人までが折から始まった事変に召集されて欠員があったのだ。欠員があったから世話されたということが逆に叙述される。そこにははっきりと真が関係が示されたものでもなく、語順をただ逆にしたものでもない。半ば理由付け、半ば完了テンスである。中間程度のものである。多分何々のだろう。きっと何々のだ。だから何々のだ。つまり何々のであると交互関係するものがある。のであるは名詞文の結びに変える。センテンスをこうはオスだの形式に変えてしまう。そこにのの訴求範囲が問題になるが、全文に及んでいるとみられる。のを語感にし、であるを活用語尾とする要言になっている。何々したのであるには主観的な調子が、何々したのであったには一方的に客観に傾く。共に完了し表す点では違いがないが、解説の点で違うということだ。反省過去には後悔反対を表す場合がある。のだに準じる要言は物だ、ことだ、ところだ、ようだなどがある。接続助詞とみなされているもので、接続助詞とみなされているので、のにを三上はのだの中詞形、連用形とみなす。ムードの種類からアスペクトの区別、そして定数の区別と思考過程が進んできているのだが、こうした個別の事象はまだ言語形式の形態論、意味論として成立していない。形態が異なる語法で活用形の機能が揺れながら、しかしある括弧として規則性にあるのだという域を個別ごとに抽出しているのだが、規則性の体系へと構成化されていない。他方で構文の中では活用形は既存の文法的定義にはまらなくなるという点への自覚的問題を示すにとどまっているように見える。三上は新たな域で何かを確実に掴んでいる。それは何か、その困難の差は辞書の単式複式へ行くともっと深まって捉えどころがなくなっていく。単式と複式、ここは文、センテンスとは何であるのかの考察であるが、単文、複文、重文といった仕方に無効を遷し、構文シンタクスとして小単位に分節を、大単位に不定法部分を持ってセンテンスの構造を解析していく。不定法部分とは動詞を中核にしながら一体となっている活用しない語句であり、活用を予定しながらまだ活用形へ分化していないセマンテーム、意味素である。実語言語構造の解析と私は理解する。日本語の統合法的、当時法的な特徴をつかむ、つまり述語性言語様式の構造的解析であって、形態論と統合法とが教授的に考察されることの意味である。三上言語論としてはここでの問題構成を踏まえて構文の研究1960年とともに新設続除説を得てのさらに日本語の構文、その思考過程そのものを追うというようにしていかないと正確に捉えたことにならないが、結論的知恵の意味を言語論的概要の視座から確認するにとどめる。文法的詳細は緻密ゆえ果てしなくなるので避ける。私は構造と言ったが構造であるには不徹底である。文の性質と内部の形式、文の前後の関係を見ていかないとならないからだが、しかし文法的にはかなり高度な緻密さで交渉論述の積み重ねがなされている。不定法部分の内部に集結する関係が単式、不定法と外部との関係が複式である。1、核と核助詞、2、不定法部分に次いで3、連帯と連用が愛より愛助けて日本文の完成をなすとして、その文法的な形態構成が仕分けられる。そして4、接続助詞の吟味がなされ、5、副詞の種類の検討がなされる。これらが使用対象基準になって単式、複式、難式、公式が対比され、さらにそこから6、発言のムードが検討される。係結びの要件が消えた場合の係が発言のムードでもう一歩約束的になって係からの活用形が消えたのが何々はである。太郎といえば相当な怠け者だ。太郎なら相当怠け者だよ。太郎は相当怠け者だと
定時法を発言のムードの極限と三上は仮説を立てた。何を三上は明らかにしようとしているのか非常にわからない。文法的検証はそれぞれ事柄自体としてはよくわかる。だがそうした吟味交渉は何の意味をなしているのか、読者は伴う。それが正直なところだろう。そこに難式公式の度合いの識別が有識とともにしばしば判定的に入り込む。何のために？親切の域に行ってもまだ判明しない。俗除説でいくらか浮き上がってくる。述語性は一方では述字の複雑な働き、そして他方では活用、そしてムードの働きである構文形式なのだが、後者に非常な難しさがある。主語主述関係を言語形式から引き剥がす格闘であるのだが、それが強すぎるため要点が地盤的にくっきりとしてこない困難さだ。日本語では何を対象とし、何を基準として構文を解析していくことであるのか、その要素が序説に放散されている。形態層への解体と結びつきとの統括とかが同時に進められていくから解読の困難さが強いられる。三上が派が次元で論次元でとどまってしか理解されなかった根拠であるが、述語的構文の地形は開かれている。三上自身レジュメで部分的にあれこれ気づいた語法を書き散らしたが、それらを整理して一つのシステムにまとめ上げることは将来の課題である。重要にして困難な課題であると述べている。そのままだ。7. 間接引用では直接法を間接和法、折衷和法に切り替える場合の法則を探り、8. 引用に関する順守としてとかの語法を継承している。文法的な語法の次元での叙述である。指摘されなるほどというほかない。最後に句読点がバラバラ、送り仮名が不統一。私の本書がまさにその典型物であるが、編集者が入って統一されると自分の語られていない部分が削り取られるような思いがして不快であったため、私は自分で書を刊行し始めてから不統一を自由に放置している。欧米文を読んでいると、コロンやセミコロンが意味把握で重要な役割を果たしているのが、それが日本語訳であって句読点になる。すると意味が大きく崩れて理解される経験を多々したものだ。疑問文には日本文でもそれを使うのが常態化しているが、三上はある程度複雑な句読点を新設してみるのもやむを得まいと言っている。文の書き出しを大文字でするのも日本語では合わないのも文種が消極的だからだ。それにしても日本文の性格はやはりなんとなく始まってきっぱり終わるという一方的なものであるに終わるということだ。きっぱり終わるということが述語性の述語的断定の特徴である。活用も単式も複式も三上の手持ちの膨大な整理があって、その論述化がまだ体系立っていないところからなされているため、こちら側には個々の事象現象が見えても何を構成しようとしているのかがはっきりとつかめない。ただ既存の国文法が根源的なものをつかみ得ていないらしいことが伝わってくる次元で記述される。さらに英文法などとの共通し得る域を違いとともに検証する一般言語学的な作業が入っているため、なおのこと本筋がはっきり見えない。だが三上が自信を持ってそれらを成していることだけは伝わってくる。ただ活用の章は既存の個別のものに対してそうではない定義が明示されているが、単式複式の章ではこれからのことへ向けての語法探求になっている。探求検証のベクトルの向きが逆であるように思われる。既存の文法地にあった人たちがハッとさせられながらもほっとはしなかったのであろうと予想される。高飛車に次々と湧き起こる着想をいかに処理すべきかに苦しんでいるようにかさに見える。板倉敦義と言われてしまったのも仕方ないだろうが、専門家が指摘されても気づかない無知がいつの世にも栄えるだけの話だ。しかしそれは定義づけというような初歩次元の問題ではない。言説定義それ自体は確実にもうなされていたための難しさなのだ。この序説を新定として書き直した。それが今俗現代語法序説として私たちが読めるものであるが、その達成地平から見直さないとただ明確化を成し得ないというだけである。三上が示した現象はまだまだたくさんあるが、それをここで挙げても意味はない。直接に何度も読み返していくだけの作業が要される。なお品詞に関しては省略したのも三上はツールとして使っていることであり、品詞論そのものも私は述語性言語様式において意味価値なしとしているためでもある。品詞は言語論的に実定化できるものではない。だから文法論者によって品詞は皆違う。品詞分類に意味なしという現れだ。三上文法としてはこうなしたと言えるものであろうが、三上言語論としても日本語論としても大きな意味はない。自らの文法体験の説明手段として使われるに過ぎない。はとがの本務、兼務や係4式などは三上の本題ではあるが、述語性言語論の本題にはならない。日本語文法が何々し、何々書く、何々語と揃えて訳語を並列しているのは、三上が言うように奇妙なものだ。
均質空間を無意識で構成してしまっているのだ。母語は補足、修飾語は修飾、設備語は設備でいい。英文法自体の元がそうだ。翻訳的適用が翻訳にさえなっていなかったということでもある。